こんにちは、ソニック研究員の KT です。今回は4月6日に配信されたソニックとマイクラのコラボ DLC の新しいやり込み要素、マスターエメラルドのかけら探しの攻略方法を皆さんにお伝えしたいと思います。このソニックとマイクラのコラボ DLC は、もともとは去年の6月に登場したゲームですが、今月4月6日に追加アップデートが配信されて、新しいステージやスキン、新しいやり込み要素などが追加されたんですね。新しいステージとスキンは以前投稿した動画で紹介したので、今回はこのアップデートの最後の追加要素、新しいやり込み要素であるマスターエメラルドのかけら探しの攻略方法をお届けします。マスターエメラルドのかけら探しはソニックアドベンチャーシリーズのナックルズパートに登場したゲームで、簡単に言うと宝探しです。マスターエメラルドはナックルズが守護している巨大な宝石なんですが、ゲーム中ではよく砕けることで有名なんですね。俺、この戦いが終わったら結婚するんだといった兵士は死ぬっていうのと同じくらいお約束です。ただこのマスターエメラルドは砕けてしまってもかけらを集めれば復活するという性質があるので、ソニックアドベンチャーシリーズでは砕けてしまったマスターエメラルドを元に戻すため、ナックルズがかけらを探し回るというパートがあります。そんなマスターエメラルドのかけら探しが今回のマイクラコラボ DLC でオマージュされたというわけです。ただこのマイクラコラボのステージは挑戦するたびに構成が変わるというかなり癖のある仕様になっているので、何も考えずにやっていると全てのかけらを見つけるのは結構大変なんですね。ですが一見ランダムに見えるステージ構成にも実はある法則性があるんです。そしてその法則性を理解すればマスターエメラルドのかけらをすごくスムーズに見つけることができます。ということでこの動画はマスターエメラルドのかけらが見つからないといった方はもちろん、全部見つけたけど法則性は分かんなかったななんていう方にもぜひ見てほしい動画になっているので楽しんでいただけたらと思います。逆に全部自分で見つけたいという方にはネタバレになってしまうので、ここから先のご視聴はご注意ください。それでは早速始めていきましょう。今回のやり込み要素はマスターエメラルドのかけらを6つ集められればクリアです。そしてこの6つのかけらは全て今回のアップデートで追加されたラビリンスゾーンのどこかにあります。たださっきも言ったようにソニックとマイクラのコラボ DLC ではステージの構成がランダムで変わるので、闇込みに探すとなかなか見つからないんですね。最初の3つ4つくらいは運が良ければホイホイ見つかるかもしれませんが、6つ全てを見つけようとするとかなり難しい。そんなマスターエメラルドのかけら探しをスムーズに攻略するための必勝法、早速皆さんにお伝えしようと思います。実はマスターエメラルドのかけらが隠されているラビリンスゾーンのステージ構成なんですが、完全にランダムなのかというとそうではなくて、6種類のステージ構成に分類することができるんです。そしてこの6種類のステージにそれぞれマスターエメラルドのかけらが1つずつ隠されているという仕組みになっているんですね。しかも各ステージのどこにかけらが隠されているかは決まっているので、自分が今6種類のうちどの構成に挑戦しているかということが分かれば、あとはそのステージ構成に対応した隠し場所まで一直線というわけですね。さあそうなってくると次に気になるのは、どうやったらこの6種類のステージ構成を見分けられるかということですよね。めちゃくちゃ分かりづらい見分け方なんじゃないのなんて不安になる方もいるかもしれませんが、ご安心ください。この6種類のステージ構成はスタート地点の地形を見れば一発で判断できるんです。ということでここからはこの6種類のステージ構成の見分け方と、各ステージのどこにマスターエメラルドのかけらがあるのかについて解説していきます。まず構成 ① はスタート地点の目の前に黄色のバネがあるのが目印です。そのバネに乗ってジャンプするとスイッチで開く扉があり、扉の先にはトゲのトラップがあります。このステージ構成の時はウォータースライダーの途中の隠し部屋の中にかけらがあります。スライド中にジャンプして台に乗り扉のスイッチを押しましょう。なおうまく乗れずに通り過ぎてしまってもコントロールスティックを下に倒せば戻れるので、乗れるまで何度でも挑戦できますよ。ここはご覧の通りかなり分かりやすい場所なので見落とすことはまずないかと思います。なのでこの構成 ① の時はあまり気負わず普通にステージを進めちゃって大丈夫です。続いては構成 ②。この構成の目印はこちらの段差です。その先には鎌が2つあり、さらに進むと黄色のバネ、そしてスイッチで開く扉があります。この構成の時もかけらはウォータースライダー途中の隠し部屋の中にあります。容量は構成 ① の時と変わらないので確実に台に飛び乗って部屋に入りましょう。続いて構成 ③ です。この構成の目印はスタート直後にあるトゲのトラップです。この構成の隠し場所はこれまで紹介した構成 ①、②より分かりづらい場所にあるので見落とさないように注意してください。この構成 ③ の隠し場所は中間ポイントを越えた少し先の不自然に色の違う床の下にあります。この床は上に乗ると落下する仕組みになっていて、落ちた先にマスターエメラルドのかけらがあるんですね。
何も考えずに走っていると見落としてしまう可能性があるので、中間ポイントを超えたら少し慎重に進んでみてください。ちなみにこの落ちる床自体は他のステージ構成でも設置されているんですが、他のステージ構成の時はマスターエメラルドのかけらではなく、リングやワンナップなどのアイテムが置いてあります。続いて構成 ④。この構成の目印はスタートして少し進むと水たまりと鎌があることです。この構成の時の隠し場所は中間ポイントの少し先、エッグマンロボがいる場所です。ここで一番下の地面まで降りると目の前にひびが入った壁があるので、各キャラの攻撃アクションでこの壁を壊すとその先にかけらがあります。ここは上ルートを通ってしまうと回収できないので、中間ポイントとエッグマンロボの組み合わせを見つけたら必ず下の地面まで降りてください。続いて構成 ⑤。この構成の目印はスタート地点のすぐ目の前にスイッチで開く扉があることです。この構成の時もかけらはひび割れた壁の中です。ただ構成 ⑤にはこの地形が2回出てくるんですが、かけらがあるのは後半の方です。前半の方にはひびが入っていないので上ルートで駆け抜けてしまって大丈夫ですよ。確認しても損はないので、心配だったら2回とも下まで降りてみるのも手ですね。最後の構成 ⑥はスタート直後に天井のない開けた場所があり、そこにトゲの仕掛けが1つだけあるというのが目印です。この構成の隠し場所は一番見落としやすいので注意が必要です。中間ポイントを超えたら少し慎重に進みましょう。まずはウォータースライダーを滑り降りて、その先にあるスイッチで開く扉を開けます。その先にある赤いバネで上に登って、そこからしばらく道なりです。そしてトゲを越えた先にあるここです。この床はスイッチを押すと開くようになっていて、そこにある隠し部屋の中にマスターエメラルドのかけらがあります。これ見つけられなかった人多いんじゃないでしょうか。僕もこの場所が最後まで見つかりませんでした。スイッチが崖の真下にあるので普通に進んでいたらまず気づかないですよね。なかなかにいやらしい配置です。ということで以上が6種類のステージの見分け方とマスターエメラルドのかけらの隠し場所になります。ちなみにこの6種類のステージは順番に出てくるわけではないので、この6種類を1周する前に同じ構成のステージに当たるという可能性もあります。一度かけらを取ったステージではかけらが灰色になっていて、これを取ってもかけらを回収したことにはなりません。なのでまだかけらを取っていないステージに当たるまで根気よく挑戦し続けてみてください。画面下のアイテム欄にアクトから出るボタンがあるので、すでにかけらを取ったステージに当たってしまったら、このアイテムでステージを抜けてまた入り直すという作業を繰り返すと効率よくかけらを集められるんじゃないかと思います。パパッとかけらを集めてしまいたい方はぜひお試しください。またこのゲームにはソニック本編と同じくアクト1、アクト2といった表記がありますが、マスターエメラルドのかけら集めに関してはこの表記は無視してください。同じアクト1でもステージ構成は変わってしまうので、今回僕が紹介した方法でどのステージ構成か見極めてかけらを探してもらえればと思います。以上、マスターエメラルドのかけら集めの動画でした。攻略に苦戦している方々の助けになれていたら嬉しいです。ちなみにこのやり込み要素をクリアするとマスターモードというステージが開放されます。ここは今回のアップデートで追加されたラビリンスゾーンのハードモードで、残機は1つ、ステージ上のリングもかなり少ない状態で攻略していくことになります。正直やり込み要素のご褒美としては物足りなさも感じてしまいますが、過去動画でも何度も言っているようにこのコラボゲームはものすごく完成度が高いので、ぜひ隅々まで堪能してほしいです。ということでこの動画を見てマスターエメラルドのかけらを全部集めてみてください。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録や高評価、たくさんのコメントもぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。